おはようございます。センドラです。今日は観音寺駅からスタートです。朝ね、うっかりちょっと寝坊しちゃって、観音寺駅に着いたのがなんと8時というね、出遅れた時間からのスタートになってます。藤川旅館さんです。民宿岡田に泊まってた人たちはみんなここに泊まったみたいなんですよね。立地も最高だし、私もこっちにすればよかったです。埼玉川を渡れば神寧院まではあと少しです。いやしかし今日は気持ちのいい天気ですね。絶好の歩き遍路日和です。ここは同じ敷地に札所が2つあるんですが、山門はどういう風になってるんでしょうか。68番札所神寧院、69番札所観音寺です。2つの札所が同じ境内に存在するなんて珍しいですね。これは四国88カ所というより全国的にもとっても珍しいんだそうです。雨上がりの朝の境内っていうのは気持ちいいですよね。空気がとっても美味しいです。ざっくり言うと山門を背にして左側が神寧院、右側が観音寺っていうような配置になってます。また上に登れば薬師堂もあります。目の前にあるコンクリート打ちっぱなしの建物に神寧院の本堂って書いてあります。高音寺タイプかなと思ったら奥にきちんと本堂がありました。大師堂を参拝して次は観音寺の、本堂と大師堂を参拝します。農協所は1箇所だけなので札所2つ分の農協印をここでいただきます。ここのトイレなんですけど、見た感じはそんなに力入れてるように見えなかったんですけど、中は広いし清潔で、なんとねウォシュレットまでついてます。ここのトイレもおすすめですね。境内の奥にある薬師堂の裏から琴引公園の銭形砂園寛永通宝っていうやつですね。これを見ることができます。 GoPro のスーパービューだとよくわからないので観音寺市のホームページから画像をお借りしました。これ全部砂でできてるんですよね。すごくないですか。しかも展望台から見て丸く見えるように遠近法を考慮して縦長に作られてるんだそうです。本格的ですね。しっかりと銭形砂への観光もできたので急いで本山寺に向かいます。本山寺まではさっき渡った埼玉川沿いをひたすら歩いていきます。だんだんね歩道が狭くなってくるんでちょっと心配になるんですが、問題なくずっと行くと左本山寺って出てきます。ここを曲がって橋を渡ればもう到着です。70番札所本山寺です。戦国時代に長宗我部氏の陛下で、お寺のほとんどが焼失しちゃったんですが、その時にすごいことが起きて結局本堂と仁王門は焼かれずに済んだんだそうです。間一髪で免れることができて本当に良かったです。陛下を生き残った本堂はなんと国宝になってます。立派な五重塔の映像を撮ってたらうっかり大師堂の映像を撮るのを忘れてしまいました。すいません。この奥にある農協所で農協印をいただいて71番伊谷谷寺に向かいます。ちょうど昼時なので近くにあった米田コーヒーでランチをいただきます。私米田コーヒーってあんまり行かないんでねあれなんですが、噂ですごく量が多いよって聞いてたんですが、見てみたらそんなこともなくね普通に美味しく食べることができました。伊谷谷寺までは基本的に国道11号線を歩いていくのが一番簡単なんですが、大通りは歩いてても面白くないのでなるべく昔ながらの遍路道の方を歩くようにします。個人宅の壁に立派な標識があります。伊谷谷寺まで残り 6.3 キロです。これすごいですね。お金がかかってそうです。旅館星川さんです。とっても目立つピエロがお出迎えしてくれます。お遍路さんの宿でよく名前を聞く旅館ですよね。今もやってるんでしょうか。国道11号線をまっすぐ行くと遍路小屋の茶どころ水戸代高瀬っていうところに出るんですよ。とても気になる遍路小屋なんで寄ってみたい気持ちもあるんですが、今日は遍路道を行くことにします。
このしばちゃんかわいいですよね。顔がまだ子供っぽいですね。若いのかな。ゲストハウスの七宝屋さんです。これずいぶん立派ですね。古民家を改造したんでしょうか。ここ泊まってみたいですね。山が見えてきました。伊谷虹はあの山の中腹あたりなんでしょうか。靴が乱臭なのでちょっと心配です。8丁目大師堂です。伊谷虹の本堂まで残り1キロです。なんとなく未舗装路の山道は歩かないで済みそうですね。助かりました。こういう風になってるんですね。本堂まではまだまだ登るんだ。これきつそうですね。祥雲の石段540段以上あるみたいです。いや、これ大変そうです。71番札所伊谷虹です。10番札所の切旗地に333段の石段がありましたが、あれが可愛く思えてくるような段数です。途中にある108階段です。ここで煩悩を落としてしっかりと上がっていきましょう。なんて言ってるんですけど、やっぱりきついですね。大変です。やっと上がってきました。正面に見えるのは大師堂のようです。本堂はこの右から上がるみたいですね。ちなみに左側には、トイレがあります。帰りに寄っていきましょう。本堂に行くためにはまだ階段を登らないといけないようです。もう今自分が何段登ってきてるのかわからないんでね、もうひたすら黙々と登っていきます。やっとの思いで本堂に着きました。早速参拝しましょう。本堂の前から素晴らしい景色の映像が撮れるんですが、うっかりね撮り忘れて降りちゃいました。大失敗です。本当に詰めが甘いですね。はい、気を取り直して大師堂を参拝します。靴を脱いで中に入るタイプの珍しい大師堂ですね。大師堂の中にある農協所で農協員をいただいたら72番の曼荼羅寺を目指します。完全に油断して事前勉強してなかったんですが、どうもここがね山道っぽいんですよね。ランニングシューズはとても滑りやすいので気をつけながらゆっくり歩いていこうと思います。結局山道自体はそんなに荒れてもなかったので乱臭でも十分歩くことができました。ちなみに今歩いてた道は讃岐遍路道曼荼羅寺道っていう道のようです。目の前に立ってるお地蔵さんが遍路道側じゃなくて貯水池側向いて立ってるんですよね。遍路道の方に背を向けてるんだけど、なんでなんでしょうか。お遍路さん休憩所が向こうに見えます。定食屋さんが休憩所を兼ねてるんですかね。同じ店のことなんでしょうか。市民バス空海号です。コミュニティバスですね。1日に3本ぐらい走ってるようです。はい、お地蔵さんが出てきました。またこっちに背を向けてますね。やっぱり貯水池側を向いてるようです。これ多分昔の遍路道ってこの貯水池側の方を歩くようなルートだったんでしょうね。だからさっきのも逆向いてたんだね。すっかり日も傾いてきちゃいました。曼荼羅寺と出社家寺を参拝したら今日はそこで終わりになりそうです。この2つのお寺は神念院と観音寺に次いで、近くにあるお寺なんだそうです。72番札所曼荼羅寺です。今日は結局、本山寺からずっとお遍路ガールズさんと同じようなリズムで参拝してます。仲のいいお友達同士で楽しそうにお遍路してるのを見るとなんか羨ましくなりますよね。本堂と大師堂を参拝して農協所で、農協員をいただきます。境内をうろうろしてたら面白そうなものを見つけました。ちなみにこれはこの後他のお寺でもちょくちょく見かけることになります。爽やかな声でってわざわざ書くってことはよっぽど爽やかな声なんでしょうけど、今は故障してるのか停止してるのか、聞くことができませんでした。残念です。
次は73番の出社火事です。500メートルぐらいしかないのですぐに到着です。目の前に見える山がガハイシー山でしょうか。山の右下のあたりに建造物が見えるので、きっとあそこが奥の院なんでしょうね。出社火事の奥の院は幼き頃のお大師様が飛び降りたと言われている写真が岳禅城でとても有名なところです。ぜひ行ってみたいところではありますが、時間も体力も全くないので諦めます。73番札所出社火事です。お遍路ガールズのお三方が今日は善通寺の宿坊に泊まられるということなんですが、夕食の時間が明確に決まってるんで間に合わないかもしれないっつって相当慌ててたんですよね。間に合ったんでしょうか。すごく心配です。本堂と大師堂を参拝して農協所で農協印をいただきます。これがさっきお話しした、写真ヶ岳禅城ですね。すごく気になりますねこれ。今日の参拝は出社火事で終わりですが、今から高山寺まで歩いてそこで終わりにします。でその辺りでタクシー拾って善通寺から、丸亀に戻ろうと思います。今日はアパホテルに連泊だったので荷物をホテルに置いてきたんですが、ヘッドライトも置いてきちゃったんですよ。でね、30分もしたらもうこの暗さでもう結構やばいです。スマホのライトを使いながらなんとか歩いて、今高山寺に到着したんですけど、これみんなわかんないですよねきっと。いや、真っ暗な中での到着です。今日はこれで終了です。高山寺に着いたらタクシー捕まえようと思ったんですけど、どうも捕まえられそうな雰囲気の場所じゃなくて、タクシー呼ぶか歩くかどうするか悩んでるうちに結局善通寺駅まで歩いちゃいました。3キロぐらいありましたね。丸亀に戻ってきました。荷物もそんなにないのでこのまま食事に行こうと思います。丸亀の街を探索した結果、一番栄えてるのがこのドンキの辺りのようなので、この辺の居酒屋に入ります。骨付き鳥のリブ屋さん、丸亀本店、ここ有名店らしいですね。偶然入ることができました。いや、ハイボールで乾杯して焼き鳥とかを食べながら骨付き鳥のことを、店主さんに聞いたら、親鳥の方を初めてだったらバラしで食べるのがいいよということで、骨からバラしてもらって食べたんですが、これうまいですね。気に入りました。おはようございます。今日はいよいよ第8回歩き遍路の最終日です。今日はお昼頃にこのホテルのすぐ近くをまた通るので、荷物は預かっておいてもらいます。駅の近くにあるカフェミキさんで、モーニングをいただきます。トーストのモーニングセットと、ホットサンドのモーニングセットをいただきます。どちらも普通の喫茶店のザ朝食っていう感じでね、なんか懐かしい雰囲気さえありましたが、とても美味しかったです。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。今日は半日で4つの札所を参拝しようと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。